はいどうも、研ぎ師亮太と実行社長です。今日は、社長に使ってほしい包丁がありまして、釜臼場です。僕がずっと使ってるやつですね、料理人の時から。釜漬けして、これまあちょうど研いだばっかで、まあショートで研ぎ上げたやつなんですけどね、これ白なんですけど、あんま鋼使わないと思うんで、どんな感じの切れ味なんかちょっと見てもらおうかなと思って。ハスの釜臼場なんで、まああんまりこの大きさ使うことはない。絶対使えへんと思う今後。まあなんでちょっとこのハスの釜臼場、まあ本場漬けもしてるんで、ちょっと一回使ってみてもらおうかなと。ありがとうございます。カツの動きとかちゃうよな。もう普通に切るだけです。めっちゃ切れるんで。楽しみだ。料理人の時です。10年ぐらい前ってこと。料理始める時やもんな、そら。そう、僕は有馬のホテルで働き出して初めて買った包丁です。これと出刃と最初に買ったんですよね。出刃が7寸5分です。で、釜が8寸のやつを買ったんで、まあ両方でかいですね。でかすぎるな。でもそれで慣れたらね、やっぱいろいろ使いやすくなるんで、これで慣れたのが良かったかなと思いますね。まあこの後社長の方の動画で石鯛さばいてソテーすると思うんですけど、それの付け合わせの野菜をこれで切ってもらおうかなって思ってまして、じゃあ切っていきましょう。で、今回切ってもらうのは大根、人参、あとトマト。まあこのトマトはトマトスライスでサラダで食べます。で、こっちの2つはまあ付け合わせでどっちも焼いて OK です。じゃあまあトマトからやりますかね。じゃあ最初この薄葉、このデカさのやつあんま使うことないんで、使い方っていうか簡単に切り方だけ僕が最初やりますんで。いや、それは絶対欲しいな。お願いします。同じような感じでやってもらえたら。じゃあまずトマトを輪切りにしていきますんで、ヘタを落とします。こんな感じですね。青使うわ、今度から。めっちゃ綺麗ですね。で、薄葉って基本的に打ち物で使うもので、こうやって平行の刃を生かしてまな板にピシッと当てて、ちょっと多い野菜とかも切ると、ネギとかですね、一気にいっぱい切れるようにしてるものです。で、使い方的には押し切りでこうまな板と平行にこうスライスさせるんですけど、僕この薄葉めっちゃ好きな包丁で、一番よく使うんですね、家でも。で、これで結構何でもするんですよ。で、もともとこれで何でもしてたんで、片刃牛とか片刃さんとかあるじゃないですか。あれを作りたいって言って作ってもらったって感じです。なるほど。言ってたよな。そう。だからまあそれをね、これが使いやすいんで、片刃さんとか片刃牛とあったら開発したらね、めっちゃ使う人多いっていう感じでしたね。で、まあそれまではこれをずっと使ってたんで、これを万能包丁代わりに使うんですけど、そういう時は押し切りだけだと使いにくいので、スライスの時は包丁斜めに入れて押していくだけですね。この作業だけ。すごいなんかもう料理がうまそうに見える、それだけで。そうですね。こういう作業。こんな感じなんで一回やってみてください。で、鋼の包丁めっちゃ錆びるんで、ちょっと使ったらこんな感じで水で流して拭きます、基本的には。OK です。ちょっと俺のちょっと切り方したのか、亮太の見る前の線で。一回じゃあ1等だけいくで。うわ、めっちゃ切れるやん。これで終わっとったわ。まあそれでも全然いいんですけどね。いやでもかっこよさがちゃう。包丁斜めに立てて、もちろんそうで、前にちょっと押して、であと引くだけ。うわ、むっちゃ切れる。でまたずらして、もうちょっと斜めに立ててちょっと押して、ここ見た方がいいよな、そらな。そうですね。こうしてそうむっちゃ切れてるで。これ片刃やからこっちに入らなあかんのにな。多分トマトがこっちに。そうっす。これぐらい。やば。そんな感じですね。吹かなあかんのじゃん。いけるの。とこか。怖いわこんな。水ですすぐだけで。こっちのスライス。これは
ヘタだけ先落としますね。なんかかっこいいよなこれ左手も。これは親指、こうやってたらちょっと邪魔なので親指だけで軽く添えて一番上に、まあこれと同じ厚みぐらいで切るので同じ厚みぐらい下にずらして、あとは平行に手前に引きながら切るだけですね。でまた同じ厚みぐらいやって手前に引きながら切る。ここに手をちゃんと添えたのにな。で左手は軽く添えるだけです。この親指？はい、押しすぎたら逆に切れないので。あ、オッケー。これぐらいで。うわ、もう入ってるで。もうちょっと押さなあかんってことかな。そうですね。ずれないぐらい。めちゃくちゃ綺麗やわ。はい。うわ、勉強になるわこれ。で、使ったら置いとかんともうすぐ錆びるんで。ほんまにすぐ錆びます。鉄の匂いが。まあこんな匂いはするんですけど、トマトと相性はあんまり良くないのは良くないんで。鉄が？はい。この研ぎたての時はいいですけど、ちょっと変色してきてこっちが。変わってきてこれちょっと待ってんだ。これ？はい。変わってきてんのもう。そうですね。これがもうちょっと茶色くなるとこっちに鉄の味が乗っちゃうんであんま美味しくないです。研ぎたての時は美味しいんですけど、こう茶色くなってきた時に切ったら鉄の味が乗るんで。どうするの？向かってくること？飛ぶって感じ。かもうステンレス使うか。なるほどね。はい。いやなかなかこまめにこれする人おらんよな絶対。まあそうですね。でけへんわ。かっこいいわ。先つけてこうすんのな。絶対みんなした方がいいじゃん。なんか浜って普通にさっきやったように下ろすだけにしてしまうもんな。そうですね。でそれ今の切り方だと、まな板に接触するのがこの先端だけなんで、刃の消耗も少なくて。なるほど。全体当てるとまな板でやっぱ消耗するんで。はあ。こと聞くわ。じゃあまあこれがトマト。はい。はい。まあどうでした？いやー勉強だった。いや確かに先だけ多いだら切れ味が落ちひんのもな確かに。まあ落ちにくいかわからないけど、すごい。ありがとうございます。じゃあまあ次大根ですかね。おそばで一番よく切ることが多い食材ですけど、剥くのはちょっと大変なんで輪切りをしてもらおうかなって思います。はい。これも一緒？さっきと先を一ペッてやる。そうです。こうやったら。かっこええ。割れずに切れるんで。こんなでかいのそう。これで網のとこまで剥いて。この網のとこ硬いので、まあ冬なんでそんな硬くないですけど、夏場はもうめちゃくちゃ硬いので、取ってあげた方がいいです。これに沿って。これ網っていうの？網って言います。こうやって取ると、だからおでんとかする時も取った方がいいです。お弁当でたまに大根めっちゃ硬いのついてるじゃないですか。歯に残るやつ。あれはこれが残ってます。口に残るの分かるわ。なるほど。じゃあまあこれを輪切りですね。輪切りは一緒です。まあさっきと一緒です。このぐらいの厚みで入れていく。と切れる。これを入れて。なんで割れへんの？切れるから？その切り方？切り方もあります。まあ若干割れてるんですけどね。ビキビキ言ってるじゃないですか。やっぱり両刃の方が割れにくいんですけど、おそばでもこの切り方すると割れにくいです。そのペタっていったら割れるの？そっちの方が割れます。こっちの方が厚みが厚いので、どうしてもここ行く時に厚くなってくるじゃないですか。そうすると割れやすいです。なんで先端で抜いていけるのが一番割れにくい切り方ではありますね。さっきのトマトと同じ要領です。ちなみに大根を割りたくなかったら薄く切ったら割れないです。厚く切ると割れやすいです。なのでもうちょっと薄い、一回薄めで、これの3分の1ぐらいの厚めで切ってもらっていいですか。これぐらいでいこうか。もうちょいもうちょい薄い。はい、それでさっきと同じちょっと、はい、そう。こう持った、これでいい。はい。で後ろ下げる。もうそうすると今のは全く割れてないです。これはもう全く割れてない切り方ですね。これから同じ厚みぐらいでいきましょう。これぐらいで、はい、もうちょっと当てて、最後ちょっともうちょっと力抜いた方がいいんかな。でも片刃なんでこっちのブレのどっちかに力が入ってると思うんです。ああそうなんや。
それの固定の力抜いたら結構切りやすいです。こう入るじゃないですか、こう入るのをこう戻そうとすると、変な圧力がかかるんで切りにくくなるんで、もう斜めに入ったら斜めに入ったまま切った方が切りやすいです。斜めのやつを途中でこっちに戻そうとすると切りにくくなります。はい、OK、いくで。はい、そうですね。やっぱ下手くそやけどな、斜め向いてるから一回でかくしてみていい？どうぞ。これぐらいで、はい、でまっすぐ切りたかったら、片刃なんで、こっちの切り刃の角度と裏押しの角度の間ぐらい寝かせます。で切り刃と平行にしたら今度は右に入るんで。ほらこれがまっすぐやんか、この裏押しの裏、ほんで切り刃との間がちょっとこうしなあかんことやな、入ったら。逆ですよね。あ、そうか。いくで。はい。大根どんどんこの来てるから、これがこの時はこっちにしちゃったらいいんだよ。そうですそうです。平行にこの面を垂直にしといてもらえたら。うまく切ってんなでも。これ斜めになってるのも、火の入り方が焼く時とかはこっち焼いてこっち焼くとここだけ火の入りが甘くなるんで、なるべくこういうのも平行に切っといた方がいいですね。このぐらい落として、こういう感じで。こういう感じでは分かるけどでけえねこれ。で出ると火の入りもムラなく入ります。でもっと言うと何個か一気に焼く時ってこうなったら一番低くて、こういう感じの高低差あるじゃないですか。これも揃えとかないと焼くのがこれ一番焼くの時間がかかるんで、揃えといた方がいいですね。一気に焼く場合は。気にしたこともなかったな。厚みなんかわかんない。これ大根はわかんないあんまり。大根も拭きます。はい。蛇腹。みんなやってるなよ、芋とかで。蛇腹やってみます。やってみて。これ今のだけ言ってるのどこまでいってるか見えてん？いや見えてないです。感覚です。なんかめっちゃ下までいってるから。ほんで細くなかったらあかんの？いや太くていいんですけどね。太くてもいいけどね。裏返して。でうまや。伸びるんです。うまや。薄状に。うまや。やったことないからちょっとやるわ。これが蛇腹。やっぱ箸を置いて箸分ぐらいまでやってんな。切ると確かにやりやすいかもですね。虹も硬いとこあるのかな。虹はないです。網ないんや。なんで薄めで剥いてた方がいいですね。なんで慣れたらピーラーよりだいぶ早いです。皮むくの。何回もするな。ピーラーもほぼ使わないですね、家でやるとき。めっちゃ綺麗な。かっころやな。気持ちいい見てて。これぐらいの。はい。もうちょっと手前からスタートしていいですか。もうちょい。ここら辺から。そこスタートです。これ向こうに行って。なるほど。もし手前からちょっと力抜いてくださいね。押して、であと引くだけです。下に。ちょっと待ってや。この辺からでこの辺でいいの？はい。言われな、こんなとこからスタートするわな絶対。鋼ね。鋼。切れ味いいですけどね。こんな感じでちょっと変色してくるので、サビのだからメンテナンスは必須ですね。絶対無理。はい、ということで、鋼の釜そば使っていただいたんですけど、どうでしたか？切れ味はいいけど、さじめの色と全くちゃうやん。もうここはもう裏もちゃうやん。裏の方がこれ粗い仕上げなんで、やっぱ裏の方が変色はしますよね。
表はまだこの切れ葉とかはまだ綺麗に磨いてるんで、捨て怒られるけど錆びにくい方がいい。俺らもやで。そうですね、ありがとうございます。なあ、こんなん使ってえな。僕は鋼の方が好きなんでね。切れ味はどうでした？いやびっくりした。いつも両刃でもむっちゃ切れてるけど、それ以上に切れてるな、やっぱり。そうですね、やっぱ片刃やからより切れますね。いやいい包丁でやらしてもらった。ということで今回は、鋼の釜臼葉白紙2号のタイプですね。僕が本場付けしたやつを社長に使ってもらいました。ありがとうございました。いやありがとうございます。ついでにねちょっと野菜の切り方とか、いやほんまこっちはすごく勉強になった。ありがとうございます。いやほんま亮太切ってんのと俺切ってんのでも全く違うわ。なんかもういつまででも亮太切ってんの見とける。今後もねちょっとお気に入りの包丁とか社長に使ってもらおうかなって思ってるんで、ちょっとまたあったら持ってきます。お願いしておきます。で今回切った大根と人参はこの後の社長の、石鯛さばく動画で使いますんで、そっちも見てみてください。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が少しでもいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございました。すげえな。